野生のセリこと漆立のゼリです。今日はね、超厳しかった私の母校、通称北朝鮮でやらかした件について話します。入学してもう1週間も経ってないかぐらいの時に、盛大なやらかしをしたんですね。それがね、毎日プリント事件。毎日プリント事件が何かというと、マイプリって呼ばれてたんですけど、新学期ってさ、オリエンテーションがあるじゃん。ある授業のオリエンテーションで、授業時間が余ったんですよ。オリエンテーションで時間余ったから、毎日プリントの課題なんだけど、それを任意で進めていいよって先生が言ったのね。で、私はその任意が効きすぎて、これ毎日プリントっていう名前だけど毎日やらなくていいんだみたいな。だけど、一応授業時間余ってて暇だったから3日目ぐらいまで続けたのね。3日目ぐらいまで進んで、とりあえずね、できてた分は提出してたのよ。だけど4日目からもちろんやってないから、だって任意やん。任意だったらやらんでいいやん。だからね、4日目ぐらいからやってなかったんですよ。そしたらね、その先生の授業じゃない、ホームルーム中か、別の授業の時間中にね、ちょいちょいちょいって呼び出されたんですよ。その先生ね、学年主任なわけ。やばくないっていう。北朝鮮というめちゃめちゃ厳しい学校で、その校長、教頭、その次ぐらいね、だって学年の支配者だからね。そいつって言い方良くないけど、そいつにちょいちょいちょいって言われて、一緒に廊下を歩いたのね。廊下を歩いて、漆立さん、なんで今日の分提出してないのって言われて、私ははてと思って、いや、先生任意って言ってたじゃんと思って、いや、先生任意って言ってましたよねみたいな感じで返したのね。そしたらね、先生が、いや、毎日プリントってここに書いてあるやんみたいな感じで言われて、いや、でも先生任意って言ってませんでしたみたいな。でももう一回先生に言われるわけよ。そんな毎日プリントっていう名前つけてんだから毎日提出するに決まってんだろみたいなこと言われるわけよ。でもさ、私としてはさ、もうずっと2位だと思ってるんだけど、ちょっと途中でさ、その先生の圧で、これ毎日提出しなきゃいけなかったやつだって気づくわけですよ。でもね、私も後に引けないわけだってさ、これ認めちゃったらさ、私の過失なんだけど、罪認めちゃったら終わりじゃんだって。そうだから、もう、いや、毎日だと思ってませんでしたってずっと言ってるわけな。ずっと言ってたのよ。それで長い廊下ね、グラスぐらいあったんだけど、その端から端を3往復ぐらいしたのかな。もうとにかく10分15分ぐらいやって、もう私は心の中で、うわ、やばい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 、もう入学して早々な学年の支配者にもう目つけられたよみたいな感じで、もうやばいやばいやばいって思ってたのね。もうだけど、もうね、後に引けないからさ、毎日だと思ってませんでしたと任意って言ってましたよねのめっちゃうざいけど、めっちゃうざいこの2択でなんとかその15分10分か15分を乗り切って、無事に嫌われたんですよ。その先生に嫌われたんだけどね、転機があってね、国語の授業でクラスで誰もね分かんない問題がたまたま分かったりとか、国語の担当の先生ってその読書感想文で私めっちゃその地域で一番いい賞を取っちゃって、もうそれで先生的にはさ、自分の評価がうなぎ登りやから、それからめっちゃ気に入られちゃって、学年主任の子分が不倫した体育教師だったんだけど、その体育教師にもね、私ね好かれてなかったのね。好かれてなかったんだけど、その途中からっていうか、その読書感想文でねいい賞を取ってから、もう如実にひいきされ始めて、ひいききっしょって思いながら、私はへー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 みたいな感じで話振られたりしても適当に返してたんだけど、それでね、私がね学びを得たことはね、普通にエコひいきされる側嬉しくなかったです。全然自分が全然人間的に尊敬してない人に気に入られても全然嬉しくなかったっていう、それだけなんよね。ほんとね、きしょきしょでしたね。北朝鮮ね、皆さんがねドン引きするような話他にもある気はするんですけどね、とりあえず今日はこの辺で終わりにしましょう。それでは、漆立のゼリでした。ではでは、バイチャー。